こんにちは。育休後コンサルタントの山口です。今日は育児で時間の制約がある働き方をしていて、チームメンバーに迷惑なのではないかという罪悪感があるという方のご相談にお答えしたいと思います。どうしてもね、やっぱりそういう気持ちは自分も感じたことがあって、私がいない時に仕事を代わりにやってくれるのは非常にありがたいんだけれども、逆に私がいなくてもいいのではと思ってしまったりとか、このチームのお荷物になっているのではっていう気持ちになることがありましたね。皆さんもありますかね。で、例えばどういう時にそれが発生するかっていうと、保育園から子供が熱を出したからお迎えに来てくださいと言われて、仕事が残っているのに帰らなければいけない時だとか、それから子供が熱を出して仕事を休まなければいけない時、それからあとはですね、これを質問した方は、休みの日に出勤日があるということで、祝日ですね。会社は休みにならないんだけれども、自分は保育園が休みだから休まなくちゃいけない。で、そういった時に出勤してくれる人に申し訳なく思うということなんです。で、どう考えたらいいかっていうことですけれども、難しいですけれども、まずそもそも人間が働いているわけだから、人は子育てしますからね。だから子育てをする人が働けないような職場、会社であったとしたら、そちらの方がおかしいわけですよね。そっちがおかしいのになぜ罪悪感を感じるのかというと、それはもともと社会がまだそういう段階に来ていなかった時代があった。で、今まさにそれが変化しているところなので、まだまだその職場によってそういった働き方が受け入れられている職場もあれば、そうでない職場もあって、職場によってバラバラなんですね。ですからそういったその申し訳なさとかを比較的感じずに働けている会社もたくさんあるんです。で、一方で、そもそもそういう働き方自体が認められていない会社もたくさんある。ということで、今自分が感じている罪悪感っていうのは、本来感じなくてもいいものなのだということをまず前提にしてください。ただそれでもね、相対的なものなので、いや自分がやってることは間違ってないから、周りの人がいかに迷惑かかってようが、堂々としていれば良いということを言うつもりはないんですね。自分の働き方に理解を求めつつも、理解がなかなか得られない、それも考えつつですね、こういった状況なので、休まなければいけないであるとか、急に休んだりした時でも他の人が引き継げるようにしておくということとか、それから家族とかいろいろなその周囲のサービスとか支援を得ながら、家族の中で自分だけがいつも子どもの病気で休まなきゃいけないという状況を、減らしておく。例えばパートナーと交代で休むとか、それからもし身近に家族がいて、親とかね、義理の親とかがいて、時々変わってもらえるのであれば変わってもらえるような、そういった体制にしておくとか、病児保育とかベビーシッターとかファミリーサポートとか、そういうものを用意しておいて、自分ばかりが休まなくても済むようにしておくということ、こういったことをしておくことで、まずそもそも物理的に休む回数が減りますよね。それからあとはですね、私がいなくてもいいのではっていうことを考える必要はなくて、仕事そのものはですね、何人もの人が同じ仕事ができると思います。ただその人の存在っていうのはその人だけのものですよね。例えば皆さんはこの人と仕事をしていると楽しいとか、この人の仕事は信頼できるという人と、ちょっとそうでもないかなっていう人がいると思うんですよ。だからいなくても仕事は回るかもしれない。だけど自分と一緒に仕事をしたいと思っている人っていうのは職場にいると思うんですね。だからその仕事が自分がいなくても片付くことと自分の存在感というのは別なんですね。別なんです。ですからそれは別だと考えてください。例えばあなたが会社に行くと一緒に話してくれる友達がたくさんいたり、あなたに何かいろんな仕事の相談をしてくる人がいるとしたら、もうそのことだけであなたの存在感は大きい。
でもしまだそういう存在感が自分にはないなという人はですね、自分が職場にいるとき、仕事をしているときに周りの人に信頼感を与える仕事をしたり、それから誰かが何か聞いてきたときに答えられるように、経験の浅い人は難しいと思うんだけど、経験を積んだ人はに何かを聞かれたときに丁寧に教えるとか、そういったことでですね、自分の存在感というのを自分自身も感じられると思います。チームのお荷物とかもね、考えなくていいと思いますよ。すべての人がプライベートで何らかの事情があった時に仕事を休んだりするわけです。例えばコロナが流行っている時には、コロナになったら何日も休まなければいけない。だけどそのことについてあの人は病気で休んだからお荷物だとか思いますか？そう簡単には思わないですよね。人間なんだから自分の病気、それから家族の病気、その他いろいろな事情で、仕事を休むということはあって、そのために有給休暇があったり様々な制度や法律があるわけですよね。ですからそういった当然想定できる範囲で休んでいる場合、その制度の範囲内で休んだり早く帰ったりしている場合にお荷物ということを思うような会社、職場であったとしたらそちらの方が間違いなんですね。で、先ほども言いましたけれども、かつては長時間会社にいる人、長時間働ける人ほど価値が高いという、そういう価値観の時代もありました。だけど今それはどんどんなくなっています。ですからもし皆さんが自分はよく休むけど周りにあんまりよく休む人がいないという職場だったとしたら、皆さんが制度の範囲内でお子さんの病気とかで休む、それでも仕事が回るということを証明してくれたとしたら、他の人も自分も自分のプライベートな事情で休んでいいんだなと、他の人も休みやすくなると思います。あの人がまず自分で子供の病気で休んだり、そもそも育休を取ったり短時間勤務を使ってくれたおかげで、自分もそういうことで休みやすくなった。職場の雰囲気がそういう人を認めるようになったということで、むしろ感謝しているかもしれない。皆さんにね。ですから先駆者なのかもしれないです。そういったことも考えると、自分が自分の子供とかの事情で休むのは普通のことで、それによって周りの人が一時的に何かその代わりにやってくれたりして負担が一時的に増えることはあるかもしれないけど、それに対しては感謝をする、ありがとう、本当に助かった、でいつか自分がそれをお返しできるフェーズに来たら、例えば子供がある程度大きくなって今度は自分がお返しできるぞという時になったらお返しをすればいいのであって、罪悪感を持たなくてもいいです。罪悪感を持つということは自分を責めてしまうので、それによって自分のメンタル面の安定が得られないですよね。で、そのことによる家族への影響だとか職場への影響の方が深刻です。皆さん自身が大変な毎日なんだけれども、落ち着いた気持ちでしょうがないわなと、ある程度妥協するような気持ちで平常心で毎日を過ごす。少なくとも自分を理不尽に責めることはしない。自分の中でコントロールしながら、申し訳ないというよりはありがとうということでですね、今の時期をうまく乗り切ってほしいと思います。で、その時に孤軍奮闘しない、一人で頑張ろうとしないということですよ。周りの家族の手を借りたり、職場の人の理解を得たりしながらですね、その時期を皆さんらしく過ごしてほしいなと思います。今日は子育てによる時間の制約で罪悪感を感じてしまうっていう方のご相談にお答えしました。また次の動画でお会いしましょう。